じゃあタクシー乗りましょうか。なんかお久しぶりです。また乗るとは。久しぶり。本当お久しぶりでした。元気でした？もう、だいぶね疲れてあちこち痛かったりするんですけどまだ若いのにね。まだ若いのに、いやでも最近腰とか肩とか痛いけどね。46億歳だとねいろいろきますね。もう来てるね、いっぱいいろいろついてるしね。お子ちゃまキャラなのにね。お子ちゃまキャラじゃないじゃないですよ。てか伝次郎先生、この前さ、なんかカメラなしでもできる豆知識的なさ、動画の話してたじゃん。でショート動画とかはどう？ショートは、切り取って、本編で上げた動画から、切り取って番組さんの方で上げてるのはもう番組さん側の方で切り取って作ってますね。あとうちの会社の公式、最近ちょっと上げられてなかったんだけど、そちらの方も、ショートの方が結構再生回数多いんじゃないみたいになって、それでやったりしました。あと TikTok とかやったりしてますけど、伝次郎先生の実験ショートでやったら絶対みんな見るじゃんと思って。そうでもね、なんか乗り気じゃないの？いやそんなことない。全然いいんだけど、なんだろう、割と、私から見て、大した実験じゃないことをやっているやつがすげえ再生回数多かったりするわけ。なんでってショートだからね。いろいろ考えさせられちゃうね。でもそんなやつらしかいないショートの実験会に伝次郎先生が君臨したら、もうすごい承認欲求めっちゃ満たされちゃうかもよ。チャンネル登録者1000万人できればいいんだけどね。1000万人1000万人って再生回数もいっぱいで。そんなねできない。そんなね、もうそうなの？そうまあね。長井はショートばっかやってるよ。ショートばっかり？ラプ様はショートばっか？ショートばっか。どんなペースで上げてるんですか？いっぱい上げてる時は、なんか2日に1本とか上げてたんだけど、ちょっと最近ライブをやって、いろいろ忙しくて、で5月にライブもあって、みたいな感じで。ライブって単独？ 5月の誕生日は単独ライブだけど、4月にやったやつは、うちのね部下たちと4人でピアアリーナ MM でやったんですけど、みんな盛り上がる？もうすっごいオタク大集合大騒ぎで超楽しかったんだけどね。それ忙しい時はもう全然上げてない。サボってる。空いちゃうんだ。空いちゃう。それでも離れない？離れないね。じゃあみんなラプ様推しなんだ。いやすごいよ。いいよね、推しがいるからさ。でも伝次郎推しもいるんじゃない？ほんといないみんな推しってことはないけど、なんだろう、真面目に、実験とか科学に興味があってしっかり見てくれる層がいるわけ。少ない。お勉強層。あとは数字を上げてくれるのは、その他の興味本位で見てくれる、そういう人は悪いけど、面白そうだから、見るって人たちが、その他大勢って感じなのね。だから強烈に推しをしてくれる人がいないから、その回のテーマとかサムネ次第で数字がもうガタガタ変わっちゃう。そうか。企画とかは誰が考えた？こういう実験しましょう。企画は基本的に私とうちのスタッフ、やっぱり手下が4人ぐらいいるんですけど、同じだ手下が、一緒に考えて、あと準備、っていう感じで、だからもう、ずっと次に何やったらいいんだろうってずっと考え続けるって感じ。やり尽くしちゃう実験を。でもなんだろう、
忘れてくれるしあと少しやり方を変えるとか、もうちょっと掘り下げるとか、まあなんか料理と同じ。カレーって言ったら全部カレーだけど、いろんなカレーが作れるのと同じなので、同じ実験といっても、例えばうちの、僕のちょっと代名詞的になってる段ボール箱に穴が開いて叩くと輪っか玉が出るみたいな空気砲ってあるんだけど、それだけだと終わっちゃうけど、空気砲のバリエーション、穴を四角にするとか三角にするとか、いろんなことで実験って工夫できるので、まあ、考え続ければ、無限にできる。だから毎週一本っていうか、ショート番組がずっとテレビで続いてるんだけど、それはもうね十何年なのか16、17年になって今800回ぐらいになってるかな。それをずっともう何年かやれば1000本なるって感じかな。じゃあやってもらわないとね、第1000回記念ね目指して、だからずっと考え続けてる。何をやるか考えてます？ショートとか、動画とかめっちゃ考えてる。めっちゃ考えてる。めっちゃなんか、YouTube って、正直ずっと雑談配信とか、それこそ歌配信やってればいいじゃん。だけどそれがちょっと我が家も嫌なんです。プライドでそうか。そうだからいろいろ考えながら企画とか考えてやってますよ。誰でもできそうなつまんないことやりたくないよね。そうやりたく、逆張りだからやりたくない。だよね。でもうち部下がいないからさ、自分で考えるしかない。部下も部下で自分の YouTube やってるから、そう世界征服みんなでしなきゃいけないから。企画大変ですよね。もうね、大変すぎて、だから忙しい時とかは全然できないからさ、デジタル先生がさ週に1回とかやってんのが偉いぜ。それはねもう番組で、もうお仕事になっちゃってるんで、もう締め切り感覚でもう、そういうものがないと僕はねすっごいなんだろう怠け者。いやすっごいダメなの。だからなんだろう、なんかやりっぱなしで片付けられないタイプなんですよ、子供の頃から。だからね自分の部屋とかもう見られたら大変。もうめちゃくちゃ汚い。同期に汚すぎるって言われる。変わんないんだよね。じゃあ同類かな、ラプサモと。いやもう46億年コード。なるほど。伝次郎先生も46億年経っても片付けられない。部下に片付けさせて掃除してって。掃除してって。そうか、企画ね。ちょっとやってることが違うからね。ね。そうだな。でもさ、その企画とか伝次郎先生の動画で推しいないって言ってたじゃん。伝次郎先生さグッズ出してるよね。あれもだから番組通してのグッズ。あれめっちゃツイッターで話題になってたよ。バズってた。めちゃめちゃ。アクスタとかあれですかね。そう、アクスタ、伝次郎先生のアクスタが元気出るって言って。LINE スタンプとかね。そう。あれももう番組でやった実験から切り抜いて、そちらの番組サイドで、こんなんでいいですかみたいな感じで、やってて。ちょっとふざけてるよね。で、そうだからでも、なんだろう。その番組って昔、動画上げてなかったんですよ。だから本当に番組だけ。テレビだ。で消えちゃう、テレビで。もったいない。でもう5、6年かな、ある時期から番組さん側で上げ始めたんですよ。そしたら YouTube で再生回数とかあとコメント出てくるので、僕は本当はやりっぱなしで何にも気にならなかったからよかったんだけど、見えちゃうからちょっと見ると気になる。気になるね。コメント気になるね。そう肯定的なやつばっかりじゃないからさ。アンチとかいるの？伝次郎先生いるね。ガチでちょこっとね、ちょこっといる。マジ？そうでどうしたら皆さん面白いのかなってことが、そうするとなんだろう、
実験真面目にやっちゃうと、なんだ教育番組みたいになっちゃう。まあそうですね、普通に、今回は電気の実験ですみたいな感じで、電池を作りますみたいな。いや面白くないよね。そうなんだからなんかつかみがいるなーってことで、ちょっとだからふざけてるってことはないんだけど、なんかインパクトのある絵になるシーンを無理に入れるとか、ね、例えばね、なんだろうな、最近だと、真空パックってテーマを取り上げたの、真空テーマ、だから食べ物とかを真空パックして鮮度を保つとか、あと布団の収納袋、空気を抜くから布団が圧縮されて、コンパクトになってあるじゃないですか。ある、でそういう原理を、解説する回、でもそれ絶対布団を圧縮したところで興味ない。だから最後に自分が真空パックされたらいいかなと思って僕は実際に真空パックされて吊り下げられたんですよ、そうするとやっぱみんな見てくれるよね。いやみんな見てた、ツイッターでもスクショとかがこう回る、そうだからそういうことなんだなって見てもらうためには楽しんでもらわないと。ちょっと面白いところ入れて、そう、でも実験はやっぱり基本的に言うと、その実験そのものっていうか原理そのものに興味持つ層は割と少なめなんですよね。だからそれをだから難しい、推しになってくれる人とか本当いないし少ないし、見てくれる人もやっぱり少ないかな。まあでもファン向け動画じゃなくて基本実験ベースだから、なんか推し向け伝次郎推し向け動画みたいな、出さない。もうね若いけど71歳でね、その推し活してくれる人ってあんまりいないしな。いやいるかもしれない。歌えないしさ、踊れないし。踊るのはできる？ダメ、ダンス NG。やったことない。もうそういう自分で表現するっていうのがもうめちゃくちゃ恥ずかしい。いや真空パックより恥ずかしくない真空パック実験だから。いや実験じゃダンスの実験だって思って。もう、きっとねめちゃくちゃどんくさい。いやそれもねやっぱファンからしたら面白いになるんじゃない？キレキレじゃなくてめちゃくちゃなんだろうね、切れてない、ドロドロなダンスになると思うな。でもそれをノエルさんみたいにノエルさん声可愛いから。まあ確かにな、声可愛い、声だけで聞けちゃうもんね。喋ってるだけで。いや伝次郎先生も伝次郎先生可愛いっていう人がいるかもしんない。少ないだからそれを多くするためにするためにちょっとTikTok 撮ればいいじゃんね。頑張ってラプ様とコラボすればいいのかな。コラボする？うちまたスタジオ来てもらって。じゃあそうかな、面白くなりますかねダンスする？ダンスね。ダンス動画すごいな、ダンスな。師匠先生呼んで実験させないでダンスさせる。ある種インパクトっていうかショックはあるね。確かに。伝次郎先生のチャンネルで上げてよそれなんて言われるんだろう。伝次郎先生ファンが増えるかもしれない。もう少ないファンが逃げちゃうかもしれないよね少ないファンは逆に自分のどんなところを推しだみたいな思ってくれてると思う。いやそれはね、僕きっと個人を推してくれてる人はほんと少ないんだと思う、僕の個人のファンってすごく少なくて、やっぱりその実験が面白いとか、インパクトあるとか、解説が分かりやすいとか、そういうことで、なんだ見てくれる、ファンになってくれているので、だから僕が出てなくても本当に僕は VTuber になっても実験さえできたら、あんまりきっとみんな抵抗ないと思う。実験ファンみたいな、そう中身のね、だから料理で言ったら、料理が美味しいからみんな食べてるんで、料理人に興味ない。まあ確かに。あんまりね、確かに料理人のこと考えたことなかった。ただ料理やってる YouTuber さんいっぱいいるじゃん。いっぱいいる。で結構人気だもんね。人気。びっくりする。なんか料理やってるだけで、登録者100万とか200万いてさ、もうなんだよって思うよ。
でもさ料理しながらやっぱ面白いこと言ってんじゃないの？僕が聞いてて面白くないけど面白いと思ってる人たちはいるんだよね。いやいると思う。あとやっぱ料理が身近。登録しといて。肩こらないしね。実験は肩こる。肩こるっていうか、なんだろうね、やっぱちょっとに身近じゃないのをやるからね。まあ確かに。確かに、ね、そう真空パックちょっと身近だけどさ。いや身近じゃない、包まれたことない。誰でも真空パックみたいな、ね、できないできない。もうラプ様の真空パックとかだったら。でも我が輩はでも角があるから。そうか。切れちゃうかもな。折れちゃう？できないかも。あそこだけ出しとけばさ。ここだけ、めちゃくちゃバズりそうだよね。いや確かにバズりそうだけどな、やんないけどね。やんないけど真空パック NG 真空パック NG なんだ。なんだらいいんだろうかね。でも実験やりたいな。実験ね、いいと思う。ビッグ3、スバルさん、と一緒に実験やったんだけど、火吹いてたよ。粉で、粉を口に入れないんだけど、粉を吹いて火をつけると、粉塵燃焼、粉塵爆発って言ってすごくよく燃えるの。そう。それスバルさんね、2、3メートルの火炎放射器みたいに吹いてた。面白。すげえびっくりしてたけどすごい面白かった。うわ実験やりてえな。世界征服できそうな実験がやりてえな。ラプ様ってどんな能力あんの？ないよ。ないんだ。我が輩のさ、手のとこにある枷があるじゃん。そう。封じられてんだ。封印されてんだ。封じられてんのよ。解放されてないんだ。これがなかったらもう最強。そうか。そうラプラスの悪魔って知ってる？知ってる。それなの。我が輩。だから最強なの。何でも知ってるし。でも枷がついてるから、今はただの人間みたいな感じ。なるほど。そう。喉乾いたな。じゃあそうか。今は何もできないよ。なんか武器とか。武器はある。武器ある。ライブの時に作ってもらった。どんな武器？めっちゃでっかい声出せる。そういう。なんだ、うわーみたいなやつね。大きい。こうやってやるやつみたいな。こういう拡声器。そう拡声器。でっかい拡声器みたいな。持ってるけどあんま使わないね。戦わないし。そうなんだ。声の実験か。そうビッグ3さんってやった時も声の実験やった。何やったの？こうコップに小さなろうそく入れて火をつけて吹き消したら簡単に消えるでしょう。だからそのコップの前にこうフィルム、風が息が当たらないようにして声で火を消す。できんの？コップの空気に共鳴すると炎が揺れてうまくいくと消せるの。そういう実験を3人にやってもらって、誰だあれはラミーさんか。ラミーさん？一発やって消せちゃったの。消せない予定だったの。きっと消せないだろうって。1回じゃん。そしたら消えて、その後、スバルさん、ノエルさんとか順繰りにやったけど全く消せないの。ラミーさんすげえ。そう結局頑張ってやってるのに、その後二度と消えずにみんな悔しがって終わり。もう笑っちゃった。ラミーさんだけが成功して。そう声出そうなのにね。だからそういう声でかいのにね。そういう音の実験もある。我が輩はね配信だとめっちゃ声でかいんだけど、なんかこうやって今タクシー乗ってるじゃん、あんま思ったより声大きくないですねって言われるんだよね。なんなん？じゃタクシーで「あれラプさんは?」って言われる。いやでもタクシーで喋んないもん。そうかバレないように。一人でさ乗ることが多いから、移動の時だから喋んないねそもそも。そうか声ばしないよね。そうでも
いつもは世を忍ぶ仮の姿、デーモン閣下みたいな感じで過ごしてるから、分かんないんだね。そう分かんないようになってるね、声に鋭い人っているよね。いる、そういた。僕はねそんな可愛い感じじゃなくて、なんだろう、駅出て、マスクして、いたのに、別に顔隠す意味じゃなくて、マスクして普通にいて、でなんか声出したのかなに、変なおじさんが絡んできた。伝次郎だろうって言って、すごい、マスクなんかしたってわかんだよとか言ってねもうめんどくさと思ってね。それは怖いよ、そういうのはない。そういうのはないね。鋭い人いますよね。伝次郎だろう、こんば。もう最近宣伝はないけどね、昔やっぱ白衣とか着てないそうね、そうそれ大きい。トレードマークがもう角生えてるとか。いやそう角なくしてるからね、普段は。そうだから、割と楽だよね。まあみんなそんなに興味ないしな。また出てるって、承認欲求のやつ出てるって。そうなんかね、ダメなんだよね。そんなこと言うの？自虐的なんだよね、ちょっとね。自虐的なやめようよ、もう。もうついちゃうしね。ああ。ほら。楽しく喋ってたら持ってきますね。じゃあ降りましょう。降りよう。バイバイ。ありがとうございます。あれまた久しぶりですね。すみません、なんか一緒に乗せていただいて。今回もオリバーさんなんだ。そう。てか結局あれじゃないですか。なんか変な食い物ばっかじゃないですか。まあでもトマトとかは出ませんでしたから。いや出なかったけど、あれちょっとさ、なんで体張る。俺体張るやつだと思われてる2時3時。傾向がもしかしたらできてしまった。多分最初のね虫が出た時のリアクションが良かったから。うわー、もう普通に帰ればよかった。出てきた時に、うわマジかよ。今日は大丈夫。今日は大丈夫ね。絶対に。さすがにっすよね。こんな3回もね。ねえ。そりゃね。そりゃさすがにもう文句言っていいっすよ、うちの。そうだよね。もう2時3時本当に法廷で会いましょう。会いましょう。次やってきたらね、マジで。全然こっちねライバーが味方しますから。本当お願いしますよ。あとこの前、俺インテリアをね、ちょっと買うのが結構好きっていうか、自分家をなんかこうなんだろう、自分が住みやすい空間にするっていうか、欲しいものでなんか好きなものでいっぱいするみたいな好きで。いいですね。そうなんですよね。それでこの前たまたま X で見かけたランプっていうんですかね、ランプシェードっていうんですかね、そのガラスのものだったんですけど、それ見てめっちゃいいなと思って、個人的に。で個人でなんか作ってるガラス作家さんみたいな方
でなんかインスタからちょっと辿ってって、そのサイト見て、買ったんですよね。で結構一点物ですぐなくなっちゃうんですよ。でその時、すごいスピードで、ある程度売れるんですけども、そこまでもう超速攻なくなるってわけじゃないんで、選びながら買って、で買ってそのなんかイベントやってたんですよね、ちょうど、配信のイベントやってて、でそのイベント中になんかもう朝になっちゃって、で疲れたなと思って、そういえばこのランプ可愛いやつ買ったから、X にポストしようっつってポストしたんですよ、で寝て、でポストして寝て、で起きたら19万いいねされてたんですよ。すごい。そうビビったんですけど、なんかそういう大バズりしたんですよね。なんかそういうなんかインテリアとかって家になんかあったりします？自分なんかミニマリストのつもりないんですけど、家具全然なくて、なるほど。代わりに買うもんがあって、代わりに買うもんがある。チャキが好きなんですよね。うわー渋っ。昔茶道やってて。茶道やってた？まして、かっこよ。いいな。そうで、なんか僕、名前がオリバーで、結構イメージカラー緑なんですけど、オリーブ焼きっていうのがあって、それも色緑なんですよ。ついついそういう見ちゃうと集めちゃうんですよね。チャキをメインってことですか？チャキとシュキ、お酒のおちょことか、おちょことか、なんかとっくりとか、じゃあ緑系？お酒系はなんかその時これいいなと思って使うんですけど、結構チャキは緑系で揃えてますね。緑のチャキってあんまりなんか見たことない気がしないでもない。結構黒とかのイメージが多いですけどね。そうですよね。茶色とか黒とか。なるほどね。じゃあ、チャキとか一旦置いといて、なんかこれ家にじゃあオリバンさん家に置いてもいいと思えるなんかインテリア。一回家具屋さん見た時に、これ超欲しいっていうのあったんですよ。あったっすか？バーカウンターちっちゃい。いやちょっと待ってちょっと待って、ちっちゃいこれくらいの大きさなんですよ。マジで家に置けるこれくらいの大きさなんですけど、ちょっと見た目が本当になんかウイスキーとかのバーやってそうな雰囲気の、なんかこうアメリカとかなんかちょっと西部時代にありそうな感じのバーカウンターを、ちょっとインテリアっていうか、もうなんかあれじゃん、もう場所じゃないそれ。場所ですけど、こうキッチンにこれを置いたらかっこいいなと、友達が呼んだらおもろいやんけって。なるほどね。家にそういう区画を作りたいってこと？あってもいいかなっていう。確かに酒好きっすもんね。お酒好きなんで。お酒はじゃあどこに置いてるんですか？お酒はもうなんかお酒コーナーみたいなのがあって。家に結構酒あります？ありますね。数やばい？飲み切ってないのは結構あるんで。それ棚の中に入れてるって感じ？一応棚の中に入れてるんですけど、入りきってないやつはもう配信からここ手伸ばしたら届く場所に。いや酒かすすぎないそれは。さすがに配信中そんな飲まないですけどね。引っ掛けるかレベルの場所にはあるってこと？さすがに配信中はたまにしか飲まないですけど。飲んでんのか。やば。じゃあなんかバーカウンターとか作ってね、ちょっとプチバーカウンターみたいのを作って、酒をそこら辺に置いとくみたいなのはやってもいいかなみたいな。やりたいなって思いますね。いいっすね。じゃあそれをもし作ったとしたら、なんかまたそれに合うちょっと雰囲気作りの、そうですよね。なんかインテリアみたいな。インテリアとか、丸椅子とかも欲しいし、テーブルランプとかも欲しいしっていう。でもあんま家に物置きたくないですか？別にそういうわけではないですけどね。なんか別にその置きたいと思うもんがないだけで、なんか特にこだわってるわけじゃないみたいな。4年前に買った鏡、いまだに袋の中にありますね。ちょっと待ってめんどくさいだけじゃね？めんどくさなんです。そう、しかもそれが1個じゃなくて、ハニカム系の鏡なんですよ。ハニカム模様とかに蜂のね。そうだから一個一個設置しなきゃいけないんですよ。それって光るやつなんか？いや、普通に鏡にはなってるんですけど、それをペタペタ立って自分の好みの形にするみたいな。玄関とかにあったらおしゃれかなと思ったんですけど、なんかそんなちょっとだるいやつじゃんそれ。そんなさ、なんか変化球みたいなやつじゃないやつ。変化球みたいなやつを普通の鏡買ったらよかったら。結構その場で衝動買いしちゃうタイプ。そうなんだ。これかっこいいじゃんと思って買ったけど、あんま家の雰囲気合わなかったかもって家に帰ってきてからね。そう。じゃあ結構本当に衝動で買っちゃう感じですか？結構衝動で買っちゃう。なんか欲しいもの買いに行くと逆に買わないんですよ。今本当に必要かなみたいになっちゃって。そうなんだ。だけどその場合衝動は結構
やっちゃいますね。その場でいいと思ったものは行っちゃうんだ。行っちゃいますね。その欲しいと思ってないものでも、そうですね、見たたまたまのタイミングであったら、はい、なるほどね。じゃあそういうのが重なったら、他にもしかしたらインテリアとか買うかもしれないみたいな。そうですね。そういうショップとか行きます？インテリアショップみたいな。あんまだから行かないんですよね。じゃあそこでもしいいのがあったら行っちゃうみたいな。行っちゃうと思いますね。でどこに置くんだろうみたいな。でなりますね。で最終的に誰かにあげることになります。もったいないです。あんま行かないようにしてます。でも結構憧れはありますよね。やっぱこういう部屋をこういう配置にしたりとか、ここにこれを置いたりとかはあるんですけど、なんか部屋もう寝れればいいやっていう気持ちになっちゃって、いやまあ確かにそれはそうだけど、結構みんなおしゃれなお部屋住みたいとかあるんですけど、僕もう全然1L もいらない、もう1D でいいぐらいの気持ちですもん。いやまあ確かになんか友達のなんかおしゃれな家の友達に行ったことあります？あります。友達そうなんだ。友達でおしゃれな部屋に住んでる友達いる？まあいます結構。そうなんだ。っていうといいなとは思うんですよ。それって EN の人とかですか？いや JP の子だったり。そう。ちゃんと綺麗に作ってんなみたいな。すごい素敵ってそうなったりはするんですけど、憧れるなと思うけど僕には無理だなって。そうっすよね。実際になんか自分がやるってなったらめんどいっすもんね。わかる。俺もなんかここになんか例えばなんかポスター飾りたいなってなって、そういうのを探してでこれじゃないなみたいな、なんかこうすげえ俺変にこだわりが強すぎて、なんかそのめちゃくちゃ悩んじゃって、で結局買わないでっていうのを何日も繰り返して、で結局買っちゃうみたいな。そこまで悩んで買ったやつはいいんじゃないですか？いやいいんですよね。さすがにいいんですけど、でもその悩んでる時間はちょっとな無駄なのかなみたいな。それも結構そういう醍醐味だと思いますけどね。確かにね、悩んでる時が一番楽しいみたいなところも確かにあるか。悩まないで買って結局使わないが一番最悪ですからね。衝動買いだとそれ起こりやすいですよね。起こりますね。いやまあ確かにな。友達の家とか結構行くっすか？そのライバーさんのなんか。いやそんなにしょっちゅう行くことだ。たまたま行ったみたいなのが何回かだけあって。なるほどね。なんか僕個人で、オリバーさんは2時3時だと思うんですけど、なんかそういうなんだろう個人になんか対しての、なんていうか羨ましいなと思う点とかってあります？でも結構やっぱやれる範囲が広いよなっていうのがあって、どうしてもこっちだとなんかこれやっちゃダメあれやっちゃダメみたいな結構あったりするんで、まあ確かに、なんだろう何事に対してもやっぱ許可をね、取らなきゃいけないみたいな、フットワークがどうしてもちょっと重くなりやすいっていうところありますよね。いや確かになんか俺も割とその他の2時3時の、方と話す機会とか結構あったりして、その時にやっぱりこれっていけるゲームかちょっとまず確認しなきゃいけないなみたいな、そういうの聞いてると、ちょっと大変だなとか思うっすよね。なるほどね。確かにフットワークが軽いっていうところが羨ましい点ですか？羨ましいとは思いますね。なるほどね。いや俺が2時3時羨ましいと思うのは、この前二次フェス見に行ったっすね。そうですね。二次フェス見に行って、その歌ね、見させてもらったんですけど、やっぱああいうの見てると、絶対に個人じゃできない、できるわけない、やっぱ領域じゃないですか。とかその箱内でのなんかイベントみたいなね、大規模なイベントみたいなあると思うんですけど、そういうの見てると面白そうだなみたいなとか、自分じゃ絶対にできないことだから、やっぱ羨ましいなって実際にありがたいと思いますね。いやそうですよね。なんかそういうイベントとか参加する中で、なんかこいつにマジ影響を受けたとか、こいつ羨ましいなっていうか、自分にないもの持ってるとか。影響はわけじゃないですけど、もうマジでこいつ本当にすごいなって嫉妬ってレベルで、いや天才だなと思ってる人がすごい近い。皆さんそうなんですけど、結構やっぱ一人すごいやっぱ近いところにいるので、すごい思ってる子が一人いますね。それ言えるっすか？レオス・ヴィンセントっていうんですけど。レオスさんね、同期なんで。レオスさん同期です。
ああそうなんですね。マジでやっぱ結構世代も近いので、その僕の好きな系統のお笑いをいつもやってくれて最高って思いながらいや確かになこうドロドロした嫉妬じゃなくて、もうその才能に嫉妬みたいなこいつやっぱおもれえなみたいな、おもろいってなる。いや確かにな、僕にはできないなってやつをいっぱいやってくれるんで、僕もちょっとだけなんかレオさんとお話しする機会があって、あれいつだったっけな、なんかねGTA あるじゃないですか、GTA のイベントの時に、前なんだっけな、ニュータウンっていうやつをやった時に、その樋口楓さんとサロメさんとレオスさんがなんか3人で行動してたっぽくて、警察署に巨大化して襲撃するみたいなやってきた時があってやってたんでしたけど、そんなこと知ったんだ。やってたっすね。でなんか3人がこう入ってきてたんですけど、その 3人いるのにレオスさんが一番最初に攻撃されるっていうなんで僕なんだよみたいな、まあいわゆる落ち要因なんですそう謎にそのフォーカスを受けてて、やっぱレオスさんってやっぱそういう星の下に生まれてんのかな。生まれてますし、あと意外とそういう方向性にわざとこううまい具合にね持ってくのがうまいんですね。いや確かにあの人ってすごいエンターテインメント性が、いやこだわりすごいですよ。こだわりすごいんだ。どういうところですか？結構本人が自分で企画するんですけど、たまにやっぱ同期なんだ会って話するんですけど、もうこういうの考えてるけど、やっぱちょっとでもこう思ってたのと違うから、結構進めてたのにボツにしたりとか、へえすご。そのしっかりとやっぱその自分が思うエンタメから外れたら、結構頑張ってきたものでも、やめちゃうんだ。なしっていう、これはやってもしょうがないってやったらと思ったらすっぱりやって、で逆にこれは絶対いいぞってやつはもうとことんまで詰めてってやってるので、いやもうなんか広く浅くっていうか、もう狭くでも深くガッていくみたいなタイプなんですかね。そうですね。いや羨ましいな。これと思ったらそれこそ本当にこだわりが強い、そこをやっぱ尊敬してますね。うわじゃあすごい自分の軸がしっかりしてる人なんですね。じゃあめちゃくちゃしっかりしてますね。いや羨ましいな、そういう人。いやそっか、レオスさん見てて羨ましいと思う。羨ましいとかやっぱ尊敬っていうか、いやまあ確かにな、そういった意味では確かにどなたかあります？そういう尊敬するとか影響を受けた人とか。影響を受けた人そうっすね、僕で言うと、誰だろうな。まあそのライバーじゃなくてもいいですかね。もちろんだと僕北海道生まれなんですよね。なんで大泉洋さんっていう方がいて、まあ昔はもう北海道のローカルなちょっと面白い人っていう感じだったんですけど、そのある時からまあこっちの方に出てきて、まあ本当に北海道からもう応援する人もいっぱいいて、でもやっぱりそのね北海道からその東京の方に来て、まあ成功する人ってなかなかこう、まあよっぽど差異がないと難しいと思うんですけども、もう今すごい本当にとんでもない、もう大河ドラマにも出ましたし、出てるしもう映画にも引っ張りだこみたいな人になってて、マルチタレントで、まあ、あの人は本当にもう昔から、もう北海道民だから誰でも影響を受けてんじゃないかなぐらいの本当に北海道民だけじゃないですもんね。やっぱ僕の世代とかだと水曜どうでしょうとか、そうやっぱりあそこから、やっぱこの人なんでユーモア、あの人のユーモアに触れて影響を受けてる人はかなりいるんじゃないかなって思いますね。ユーモアあるし、でこうなんか品もあるんですよね。そうっすね。わかります。めっちゃ好きです僕も。面白いっすよね。いや面白い。やっぱ人は本当に尊敬する。まあそんななんか尊敬っていうほど近い存在でもないんですけど、本当に心からすごいなと思える人ですかね。いや間違いないと思います。北海道って行ったことあります？一回だけあります。あるんだ。雪祭り見に。
うわめっちゃいいっすね、最近結構前あ言えない。エデンから北海道はつながってるっすか？転送装置で一回転送装置都市部にしかないんで東京行ってから行かなきゃいけないんですけど。じゃあ北海道直は無理なんだ。直は無理ですね。うわそっか、じゃあちょっと大変だな。そっか。いやでも良かったですね。良かったですか？飯とか食いました？飯は本当に一瞬しか入れなかったんですけど。うわそうなんだ。ただいろいろでも食べましたね。スープカレーとか食べました。スープカレー好きっすか？美味しかいや食べたことなかったんですよ、めっちゃ美味しかったっす。美味しかった。俺あんま好きじゃないんだよ。あらラーメン好きなんですよ。うわー札幌ラーメン食べれなかったんですよ。うわーマジかよ。そう時間なくて。うわ俺北海道とこの東京の方のラーメン、で全然違うじゃないですか。そうなんですね。違うんですよ。北海道は基本卵が練り込まれてるもう縮れ麺なんですよね。でめちゃくちゃ黄色いんですけど、それがすごい特徴的で、でそれがしかないんですよほぼ。今は知らないですけど、前は俺が食ってた時はもうそれしか知らなくて、でもうラーメンといえばもうそういう卵の縮れ麺みたいなイメージで、こっち来た時に会社に勤めて、でなんか細麺のストレート麺みたいなのが出てきたんですよね、ラーメンで。でこれ舐めてんのかなんじゃこれそばかよおい。なるほどな。そば食いに来てんじゃねえんだ俺ラーメン食いに来てんだぞみたいなバカがつって食ったらめっちゃうまかったんですよ。結構うまいなーみたいな、結構やるやんみたいな思ってて、そっからもう全然普通のどのラーメンも美味しいなって思えるようになったんですけど、味噌ラーメンが一番好きやから札幌ラーメン食べたかったっすね。マジっすか。うわ哲也のラーメン食ってほしい。うわ行ってみたい。絶対食べて。めちゃくちゃ美味しいっすからね北海道の味噌ラーメンは。味噌大好きで。こっちの方のおすすめラーメン屋とかあります？ありますね。うわ結構食べるマジで。じゃあちょいちょい食べますね。どこよく行ってるんで、ここなんでしょうね確かに大丈夫かな言ってドライバーさんにね確かにタクシードライバーさんにちょっとあるので濃厚味噌っていうやつで。へえマジで知らない。それってその北海道系なんですかね？ではないと思いますね。違うんだ。そこオリジナルの味噌ラーメンすごいなんか味噌が濃厚で。へえ食べてみて。そこが一番？最近だと結構一番ですね。しょっちゅう食べに行くっすか？割と行く？近く通ったら行きますね。いいなあ。ラーメン他に好きな食い物あります？納豆。マジかよ。大好き。納豆好きなんだ。納豆大好き。大粒小粒どっち派ですか？小粒派なんですけど、ただ卵かけご飯と納豆卵かけご飯にするときは大粒の方が美味しい。やばこだわりある。こだわりある。ちょっと僕の、こだわり納豆に対してのこだわりなんですけど、いやもしかしたらその知らないだけでやってるんじゃないかっていう、ことなんですけれども、なんだろう納豆と米、納豆普通冷蔵庫入れるじゃないですか。入れますね。で納豆と米を、納豆ご飯にするじゃないですか。納豆ご飯にして食べます？食べます僕。これ分けて食った方がうまいと思うんですけど俺どうですか？やったことないかも。やったことない。これなんでうまいかちょっと理由じゃ説明させてお願いします。はい。まず納豆ご飯にすると、なんであまり良くないと俺が思ってるのか、納豆がぬるくなるんですよ。なるほど。納豆が冷たいのと、ご飯があったかいのの組み合わせは実はめちゃくちゃうまいんですよ。なるほどな。その温度差がめちゃくちゃうまくて、納豆上に乗せてしまうとそれが薄れるんですよね。上の方は冷たいんですけど、納豆に触れてる時間が長いほど、ちょっと置いといて、例えばね納豆ご飯と別なものを食べてる時とかに、おかずとねちょっと何ですかご飯食べたりして、でだんだんこう納豆が温まっちゃって、温度がちょっとね同じ、ぬるい納豆できるわけですよね。これね実は美味しくなくなってるっすね。なるほどな。でも
僕あれなんですよ、だいたいご飯結構大盛り入れちゃうと、分量的にちょっと最後にご飯残るじゃないですか。でちょっとそこにぬるくなってる納豆のでもタレがついてるこのなんかネバネバが残ってるのがご飯についてて、それを食べるのがめっちゃ好きなんですよね。やばい、なんか個人的なこだわりきた。なるほどね。そっちも結構個人的なこだわりっすよ。いやこれね俺知らなかったんですよ。いやでもちょっとそれ試してみます。いやそう、気づいてなかったことっていうか、その当たり前にやってた、なんかそのご飯に乗せて食べてたんですよ俺ももともとね、乗せて食べてたんですけど、なんか後半味の失速を感じたんですよね。なるほどな。でも確かに一口目うまいっすもんね。一口目めっちゃうまいじゃないですか。めっちゃうまいっすもんね。納豆って最強やんみたいな感じで食うじゃないですか。でも後半になってきたらなんかなみたいな気持ちになってたんですよね。それって俺なんでなんだろうなって思った時に、あ、納豆がぬるくなってるせいだわ温度差かってなったんですよ。だからその冷たいものと温かいもののなんかマリアージュって結構あるじゃないですか、料理。ありますね。それが起きてんだな納豆と米でって思った時に、その納豆と別々に食うことにしたらめっちゃうまかった。ずっとうまかったんですよ。食べそうそれは。いやそうなんだ。確かに言われてみたらやっぱ一口目うまいっすもん。そうだからそれは納豆がぬるくなってないせいです。なるほどな。絶対やった方がいいです。今日じゃあ納豆パーティー。納豆パーティー。もう現場でも納豆食えるっすか。現場で納豆だ。現場で一回納豆食べたことあります。好きすぎじゃない。じゃ出されたから。あマジ。納豆好きなんだよねっつって。そう。じゃあ今日もじゃあ納豆かもしれない。食えるといいですね。やば。もうついたみたいで行きましょうか。行きますか。頼むよ本当に。本当にどうなんでしょう。もしもし、今運転中？今ちょっといい？最近ちょっと働きすぎだからさ、来週お休みでいいよ。そう。はい、暑いから気をつけてね。はいはい。はい。